ディングが4通り存在するゲームの RTA、始まるよ。ボスゴリラを撃破したところから、ラストまで進めていきますぞ。一旦外に出まして、すぐ右にある迷宮へ。ここで右の部屋に入ると、なぜかショップに移動するのでオレンジスクロールを1枚購入。もう一度右に行ってももう店は出てきません。一体何だったんだ。ってことであと1枚スクロールが欲しいので目的のお店まで移動中です。途中出てくる敵はもはや怖くありません。被弾しても気にせず突っ込んでいこう。ただし一部屋だけ注意すべき部屋があります。それがこちらのヘビゾーンから右に行ったところにある部屋で、この部屋の中央にある魔法陣は出口となっており、触れると有無を言わさず外に脱出してしまいます。うっかりノックバックで脱出させられでもしたら大幅タイムロスなので、炎には気をつけよう。そんなわけで、目的のショップに到着しました。2枚目のオレンジスクロールをブリッと買いましたら、先ほどの出口から迷宮を脱出しますぞ。ちなみに時期のノックバック方向ですが、被弾時に歩いていた方向と連動しており、基本的には移動先の反対側へ。そして斜めに移動中は、縦方向のみ入力した方向通りに吹っ飛びます。なお、何も入力していない時は下に吹っ飛びます。この仕様のせいで落下死したマイヤー王子も大勢いるのではないでしょうか。はい、5つ目のエリアです。そしてこのエリアも最後に最悪の運ゲーが待っています。ダメな時は本当にどうにもならないので、せめて祈っておきましょう。まあ防御力は高まっておりますので、道中で死ぬことはまずないんですがね。というわけでしばらく登るだけですのでちょっとだけ倍速。腕タワーへ侵入しましたら、まずは、開幕すぐ左を向いてチビゴーストを破砕。あとは4階層目に待望の隠し武器がありますので、そちらをいただきに参るとしましょう。ここだよ、ここ、やだ、いじめないで、でもなんかいい感じに入れたわ。この隠し部屋には新武器のドラゴンスレイヤーが落ちてます。取りましょう。ただし右にノックバックすると部屋から追い出されてしまうので、邪魔なコウモリは先に殲滅しておきます。邪魔？はい、剣ゲット。そしたらあとは外へ離脱。外に出たら、入ってきた時のような華麗かつスムーズなプレイをお見せして差し上げるとしまいつもはこうはならないんですよ。普段は下の壁に引っかかっているおかげで左右に吹っ飛ばないはずなんですが、今回はなぜかそうではなかったようです。原因はわかりませんが、きっと画面遷移後の時期の初期配置が本来よりも微妙に上にずれてしまっていたのでしょう。そしてこのような微妙に初期配置がずれる現象は、別の場所でも発生することがあり、間もなく、最悪の運ゲーとなって襲いかかってきますぞ。それは置いといて、まずはボスバトルです。この子は常に激しく回転するので、なかなか攻撃が当てられません。幸い武器を更新しているおかげで、今まで以上の高いダメージが入るようになっています。本体に触れると大ダメージを受けてしまうので、無理に連射を狙わず、一発一発を確実に当てていきましょう。なおドラゴンスレイヤーでのダメージは4であり、初期装備の4倍。ボスへの攻撃は2段ヒットする場合があるので、運が良ければ一発で8ダメージ与えられますぞ。やっと倒せました。さてこの後は、海外兄貴のチャートですとオレンジスクロールで即脱出を試みるところなのですが、日本版の魔性では歩き狩りでスクロール代を稼げないため、1枚少ない状態となっています。ですので仕方なく歩いて戻るのですが、ただそれだけでは単なる先駆者の完全劣化チャートになってしまうというもの。ということで本チャートでは差別化にあたり、途中にあるパラレルゾーンに身を投じ、ダブルショットをいただくことにしますぞ。パラレルゾーンへの入り口はアウトサイドの途中にありますので、まずはそこまで向かいましょう。なお魔性を5つ入手したことで敵がさらに強化され、最強状態になりました。今は防具を揃えているのでゴリ押しも余裕の状況ですが、これがもし初期装備だったら4発ほどでオダブツです。怖いね。さあアウトサイドに戻りましたらパラレルゾーン目指して一直線ですよ。そして最悪の運ゲーというのがここだよここ。パラレルゾーンへ移動した後、稀に壁の中にいることがあり、そうなれば罪です。
今回は大丈夫でしたセーフ。大丈夫だったから動画化してるんだもんね当然だね。ちなみにここで壁の中に閉じ込められて RTA を破壊されたことは過去に2回ほどありまして。しかもどちらもタイム更新中のことだったので、そういう時だけ出るようになってるのかもしれません。ふざけんな。さらに言えば調査中は100回ほど繰り返しても一度も現象確認できず、これもわざとはめてるでしょ。そんなお気持ち表明の裏ではダブルショットを獲得いたしましたので、あとは最下層の出口から表世界に飛び立つのみ。ダブルショットは、剣を2発連射できたりできなかったりする装備アイテムです。これを取れば攻撃チャンスが倍増するので、だいぶ戦いが有利になりますが、攻撃面はまだ少し頼りないといったところ。ですがそのような憂いも、次のエリアを攻略すれば解消されることでしょう。そんなわけで、お次のエリアは聖なる炎の左そして左にて。ゲーム難易度が上がったため敵の動きがめちゃくちゃなことになってますが、今の装備ならゴリ押しでいけますね。さて例によってアウトサイドからですが、ここに用はないのでひたすら階段を登っていくだけで OK です。ただし途中には囚われているピクシーが1体おりますが、この子にだけは注意です。こいつは元は無害な妖精だったらしく、倒すとなぜか所持金がゼロになってしまいますぞ。やっぱり有害所の遺子。あと一度だけ買い物をする予定があるので、うっかり攻撃を当ててしまわないようにしましょう。剣も強くなってるからね。ってことで哀れなピクシー君をスルーしましたらタワーへ。そっちじゃないよ。この辺まで来られることがほとんどないせいで、経験不足が目立ってきてますねこれは。今更ですが、はしごに登っている間は王子のモーションが変化し、真上と真下に攻撃ができなくなります。被弾中だけは投げられるようになるのでそこまで影響はないけどね、後半は。でこちらのタワー内には剣のスピードを速める装備がありますので、まずはそちらのダッシュから。目的のシークレットルームはこの階層の左端っこです。はい突破方法はいつものゴリ押し、以上。そして真ん中にあるのはガントレット。これを装備すると、剣スピードが超速になりますぜ嬉しいね。あとはボスを倒すだけです。あ、ここで急にフリーズして RTA が終わったことがありました。原因は不明です。さてボスですが、真正面から連打で倒して魔性をいただきましょう。簡単。もし攻撃を食らった場合は、すぐ元の位置に戻るようにしましょう。一発食らうとはしごに落とされ、さらにもう一発もらうとタワーまで戻されてしまいますからね。そんな具合に、残る魔性はあと一つ。最後の魔性は前半パートにて盾を取りに行ったエリアにありますぞ。すべての装備が揃ったことで、マイヤー王子は裸も同然だった最初とは比較にならないほど高性能になりました。ここまで強化できると、このゲームは爽快感あふれる神ゲーに化けます。序盤は理不尽かつ強力だった高速コウモリどもも、今では速いだけの雑魚に早変わり。この感動を味わうために魔性 RTA をやり続けているんですよ。とは言ったものの、ボスだけは相応に強くなっているので注意です。油断するとあっさり負けますので、今後とも気を引き締めていきましょう。そんなわけで最後のタワーですが、ボスの首と魔性の他に取るものはありませんので上を目指すのみです。少し暇になるので、今更ながら出番のなかったアイテムを一部右枠に載せておきましょう。実はいろんなアイテムが出ているんですよ。86年という時代を考えれば、ものすごく凝っているのではないでしょうか。ただ一つだけ効果が不明なものがあって、それがこちらのレッドネックレスなんですが、使ってみても何も起こりません。一体何なんでしょうね。緩和9代からのつきました最上階。ボスですが、最後の1体ということで非常に強化されております。火の玉は最強防具でも58ダメージ受けるのできっちりかわしましはい勝利。ではいつものように魔性をいただきましたら、オレンジスクロールで帰還しますぞ押します。回廊へ戻ったら、忘れずに最後の魔性を燃やしに行きましゃまあ。どけやっそごみ。久々にタイム更新とクリアができそうなのでもうハートはバックバク。ですが魔性 RTA はラストにもお祈りが待ち構えているので、まだ気を抜くことはできません。ってことで7つの魔性をすべて燃やした後はスタート地点を目指すのですが、
こちらの店に置いてあるグリーンスクロールを読むことで一気にワープできちゃいます。優しすぎる。スタート地点に戻ったら右を目指しましょう。そして今までは開かずの扉となっていた入り口の向こうが最終ステージです。開幕からいきなりオレンジ色のコウモリが大挙して襲ってくるのでお祈り連射で対処します。このコウモリは攻撃力が高く、最強防具でも7くらい増してたいね。そしてラス弾限定登場のファイヤーゴーストくんは、うっかり触れると50もの特大ダメージ、安全に倒しましょう。さてもうじき最上階ですが、最上階には見づらいですが最強武器のスプレンダーがありますので、忘れずにゲット&即装備。ではボス部屋へゴー。1回戦は連打で瞬殺楽勝。2回戦は唯一飛び道具を持たないボス。動きは決まっているので慣れれば問題ありません。そしてこの子らを倒した後はラスボス、魔王ルーバスのお出ましですが、すぐにちょい右、ちょい右、ちょい右。はい、勝利確定。あとはひたすら連打するんじゃー。そしてラスボス撃破と同時にタイマーストップ。記録は34分18秒でした。では素敵な BGM を聴きながらエンディングを待ちましょう。この BGM、目覚まし時計に使えそうじゃない？そんなわけで魔王が滅びたことで魔性も消え去り、とにかく王国は救われましたとさ。あ、エピローグは全文英語です。日本版の方が半年以上先に発売されてるのにどうして？とりあえずしばらく話すことが思いつかないので、ガバ翻訳を載せてお茶濁しときますねー。さてエンディング画面ですが、実は4種類に分かれています。と言っても、王様のお召し物カラーと、ラストで見せる2人の表情がそれぞれ2種類の中からランダムに選ばれるってだけなのですが、この条件、一体何で決まるんでしょうね。何度かクリアしたものの、よくわかりませんでした。それはさておき、スタックロールと共に完走した感想ですが、お祈り要素多すぎ。敵の移動も攻撃も何から何までランダム性が強いので、何回プレイしても全然安定しませんでした。厳しい。特に縦の隠し部屋と壁の中にはまって出られなくなるパラレルゾーン。あんたたちのせいで何回も記録潰されてんの？そしてゲームオーバーになるたびに何度も繰り返すことになる最序盤の稼ぎ作業が大変すぎ。といった感じ。ちょっとでも無茶しようとした結果瞬殺されて、冒頭7分の稼ぎ作業が一瞬で、という展開はもう何度見たかわかりません。投稿時点でプレイ数150、打ちクリアできたのは8回だけというわずか 5% 程度のクリア率が、本作への厳しさを表していることでしょう。ただ、これだけははっきりと真実を伝えたかったのですが、すごく面白いです。このゲーム、そしてこのゲームの RTA。終始非常に厳しくそして辛いのですが、だからこそフル強化まで進められた時は最強王子を動かせる感動を味わうことができました。そしてクリアした後も、あの強さにまた至りたいという一心が中毒性となって、思わず何度も再走をしてしまうんですよね。というわけで、今回走ったゲームの個人的評価はこちら。飽きっぽい自分でさえ何度もプレイしてしまうほどのゲームですので、本作は名作と呼ばせていただくしかありませんでした。頑張って遊べばとても素晴らしいゲームに化けますので、当時クリアを諦めた元子供の皆様もぜひ今一度挑戦されてみることをお勧めします。というわけで、エンディングが終わりましたところで本動画の方も締めさせていただこうと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。